ワクワクすることをしましょうってよく耳にしますよね。でも正直こう思いませんか？ワクワクだけで本当に仕事ができるの？毎月の家賃が払えるのって。実は脳と意識の探求者であるネドジュンさんとワンネスの体験を重ねてきたジュリアン・シャムルアさんの体験の中で、ワクワクをベースにした生き方は可能ですとおっしゃっています。今回は肩の荷をふーっと下ろしてもっと軽やかに楽しく生きていくためのお二人のメッセージをお届けします。同じ出来事を体験するにしても、真面目にガチガチでやるのとライトに遊び感覚でやるのでは圧倒的に後者の方がうまくいきます。なぜなら私たちの本質は毎春を楽しみ、遊び、新しいことにチャレンジすることそのものだからです。どうすればいいのかという心配はもういりません。やってみて、進んでみて、わからないことが出てくる。それすらも一つのゲームのステージのようなもの。学びあふれる楽しいプロセスなんです。実はこの地球という場所は私たちが思うほど難しくありません。すべては遊びの感覚でこの瞬間に作られています。私たちの人生にはいろんなドラマが起こるけれど、本質は宇宙が面白がって人間役をやっているだけなんです。どんなに眉間にシワを寄せてそれを体験しても、本質は遊びっていうところに目を向けます。すると遊び感覚の方がよりしっくり体験の中に入れるような感じです。普通で思うより何段階もライトです。面白がってる感じです。宇宙が面白がって人間役をやっているように感じます。実は私たちは人間の体験をしている宇宙そのものなんです。私たちはみんなつながっているというのは、もともと私たちが一つの大きな宇宙という存在だから。今みんなでそれぞれ違う人間のキャラクターを選んで違う遊び方を楽しんでいる最中なんです。でも日常に戻ると、じゃあこの体験と日常をどう結びつければいいんだろう、どうすればいいんだろうなどと思考が出てきてしまうんですが、そんなに考えなくてもいいのです。それよりもまずはただ今ここを味わうこと。私は今ここを味わいましょう。いろんなことを仮で考えてみましょう。それからもっと違うものを求めて、今ここを否定するようなあり方ではなく、今ここにどっしりといましょう。今ここの体の感覚を楽しみましょうと常々感じています。今ここを味わう感覚にシフトしていくと、生きる喜びが自然と溢れ出し、どんどん遊び感覚に近づいていきます。だって私たちが失敗しようが何しようが、大いなる宇宙はいつでも手を叩いて喜び、優しく抱きしめてくれているのですから。自分を否定する必要なんてどこにもないんです。ここでネドジュンさんのちょっと楽しい失敗談をお話しします。先日美容院の予約を入れていたのですが、なんと丸一日日にちを間違えて行ってしまっていたんです。こんにちは、遅くなってすいませんと汗だくで飛び込んだら、スタッフの皆さんが、あれという顔。ご予約は明日なんですけど、と言われ、あ、帰りますってそのまま帰宅しました。家に帰って夫に、
日にち間違えちゃったと大爆笑して終わりです。そこには、また失敗しちゃった、恥ずかしいというネガティブな感情はゼロ。むしろ面白いネタができたっていう感覚なんです。このように失敗することもうまくいかないことも全部面白くて仕方がないんです。面白がっていれば経験の中でその失敗もいい感じで積み上がっていきます。ちなみに今ここにある感覚はどんどん深まります。最近だいぶ分かってきたんですが、本当に今ここに自分が深くいると自分っていう感覚があまりなくなるんです。本当に今この瞬間にピタッと自分の体の中の感覚にいると、私というキャラクターはあまり感じられないんです。記憶のサポートを借りて私という感覚を感じてみると、それは膜みたいな感じです。記憶とともに膜みたいな感じで出てくるんですが、本当に今ここにいるとき、私という感覚はどこにもありません。今こうして椅子に座って喋りながらも私という感覚はないのです。だから全然失敗もないし、結構こうした方が良かったかもっていうのもない。解放された感じです。失敗することはたくさんあります。ですが、それがまさしく道だったんだと瞬時に認識が変わっていきます。多くの方がこんな面白がりながらいるあり方になれば、世界は変わると思います。私たちはワクワクしながらいろんな想像をして、これからこれもしたい、あれもしたいと、いろんな素晴らしいアイディアを持っています。でも、具体的にこれをやってみようとなると、でもちょっとなんか難しいかな。自分にはできないんじゃないかな。自信がないな。といった話をよく聞きます。けれど、自信があるかどうかということよりも、大事なのは信じられるかどうかです。自信という字の字の字、自らの字の字はいらない。自信の信じるだけあればいいと思うのです。私がというのはそこまで必要ではない。ただやりたいことをじゃあやりましょうと動き始めれば、自然に宇宙とともにそれが実現できるんだと思うんです。宇宙は私たちに何か新しいことをしてほしがっています。昨日までと同じことではなく、新しいものを見て、新しい感情を受けたときに、私たちの周囲にある大きな意識のようなものがとても喜んでくれていると感じるんです。でも宇宙からはこうじゃなきゃいけないというような窮屈な感覚は一切やってきません。それどころか自分がどんなに抗ったとしても、なぜかなんかうまくいく気がするという不思議な安心感があるのです。出会いや巡り合わせをまるで後ろから操られているかのように導かれている感覚。自分がどんなにそれを避けようとしても、やっぱりその出来事と向き合うことになり、変化を受け入れていく。そんな風に大きな流れに導かれているような感じがします。ただ、その導きが聞こえるかどうかは、私たちの思考に邪魔されてしまうことがあります。その導きは頭ではなく胸で聞こえてくるものですから、
考だけで生きていくと、残念ながら聞こえなくなってしまう瞬間がたくさんあります。実は以前、こんな風な人生だったらどんなにいいだろうと思っていた時期がありました。ですが、当時やりたかったことは結果として、今すべてやらせていただいてるな、楽しませていただいてるなと感じています。宇宙から見ると、私たちはここでいろんな新しいことをやってみるために降りてきたという見方ができるのです。ですから失敗しても先に進んでやってみて、もしダメだったとしても、やっぱりそうだったんだ。じゃあこれやめます。次のことやってみますという感じで、気軽にやりたいことをやっていた方が宇宙からは喜ばれるのです。それは背中を強く押されているわけではないのですが、なんとなくそっちの方が歓迎されているなといううっすらとした優しい感覚です。昨日までやらなかったことを今日一つだけ何かやってみる。それがうまくいくかどうかではなく、新しい新鮮な感覚を得られたという、そのこと自体が面白いのです。そして実は、私が経験したことというのは、多くの方に影響しているんじゃないのかと思っています。なぜなら私たちはみんな同じ一つのものの現れだからです。今この瞬間も根底に一つの大きなものがあって、それがこちらのあなたとして、そちらのあなたとして、あちらのあなたとして、あちこちでパチパチとスパークしているような状態です。今なんだかわからない大きなものが私という存在をここに荒らしめてくれて、次の瞬間もまた荒らしめてくれる。その大きな波の上に私が乗っかって、わーって笑っている。そんなイメージなんです。ずっと深いところにある一つのものが全てを経験しているので、一人の経験は全ての人の中に変化を起こしていく。全ては同時進行なのだという気がします。そうしているとだんだんと私という個人の感覚が薄れていくのは確かです。この肉体感覚自体は濃くなっていくのですが、こういう経験をして、こういうキャリアがあって、こんな性格で、こうやりがちな私という、今まで形作ってきた私感というようなものは、だんだんと透明になり、そのままの形で、ただ私という膜が透明に薄くなっていくような気がするんです。何か特別な素晴らしい人になっていくわけではありません。ただそのまんまの形で透明になって、周囲に過剰な影響を与えないものになっていくような、そうなるほど生きるのがどんどん楽になっていきます。それでは最後に宇宙の遊び感覚を体感する簡単なイメージワークを行ってみましょう。楽な体勢で今の自然な呼吸を感じます。吸って吐いて呼吸をしながらキラキラとした光のような純粋なエネルギーをイメージします。その光があなたの背骨に沿って心地よく上下しています。
吸って吐いて、光が上がったり下がったり、次の呼吸でその光のエネルギーがお腹の底から頭頂、頭のてっぺんにかけてぐーっと上がってきます。そして吐き出す息とともに頭頂からシャワーのように空間全体へふわーっと広がっていくのをイメージします。光はあなたの意識そのものです。空間全体に広がったあなたの意識のセンサーが今この瞬間の微細な感覚を繊細にキャッチしていきます。あなたという意識のセンサーが一瞬一瞬現れる現れの現れを繊細に感じ取っています。現実とは映画の映写機に映し出される一枚一枚の映像のようなもの。その一瞬一瞬を繊細に丁寧に感じています。意識はさらに広がり、あなたの部屋、街全体、国全体、そして宇宙全体へと大きく大きく広がっていきます。あなたの体の輪郭が心地よく薄れて、内側も外側も境界のないあの感覚を思い出します。一瞬一瞬の現れの現れをただ感じる。ただ体験する。
私たちは人間の体験をしている宇宙、うまくいくこともうまくいかないことも、この壮大な地球という舞台のお芝居をただ楽しんでいる。ただ目の前に現れる現れの現れを面白がり、愛しみ、味わえばいい。今どんな感覚がしますか？しばらく今の感覚を味わう時間をお過ごしください。今回もありがとうございました。